はいこんにちは MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回はキウイイヤースのニューモデルシンゴロです。今月はキウイイヤースアレクロ関連でキウイイヤースのモデルを随分視聴しましたね。もうお腹いっぱい。あんたはかつにキウイ食べてたってこと？いいや、食べたのは何十だよ。それにちゃんと視聴したもん。クリナップさんとのコラボなんでしょ？これクリナクリさんだよ。なんかシンゴロって特徴があるんでしょ？ガースのことね。ディズニー映画の？そんなわけないでしょ。ミミーちゃん最初からちょっとボケすぎよ。それが私のキャラだからさ。ガーズについては後で触れようね。じゃあいつも通りに進めようか。まずパッケージ内容ね。2種類のイヤーチップは柔らかめでちょっと頼りない感じするな。ジャックさん、ケーブルはどうだった？しばらく聞いてみたけどリケーブルした方が良さそうだね。了解。価格が12,000から13,000円ぐらいか。カラバリはブルーとブレックね。外観はアイが好きそうだけど。そうね、いい感じよ。ステム部以外はレジンでサイズが少し小ぶり。片側 3.9g と軽くて装着感は文句なしよ。さてシンゴロの特徴ガーズなんだけど、キャビティ内のヤロヤロしたやつのこと？ミミーちゃん言い方。キウイアコースティックレゾナンスシステムの略、レゾネーターだね。複雑な配管システムを使用して共鳴を利用するってことなんだね。聴覚上はベースの品質と質感の向上につながるってことだ。最近だとアーフルの 1BA モデルマジック1もこれと同じような構造と効果だったね。ああ、大向かいのやつですね。うん。ドライバー自体から直接音を提供ってどういうこと？ドライバー以外のキャビティ内の反射音とかを減らして純粋にドライバーからの音が楽しめるよってことでいいですよね。そういうことだと思うよ。ベントホールもないのでカーズでしっかり制御してるってことだね。ドライバーは 11mm のダイナミックタイプ日本製ですって。加圧システム用にカスタマイズされてるということなので音が楽しみですね。はい、ここからは波形見ながらいくよ。バンドルイヤーチップ2種の違いね。バンドル2の黒いイヤーチップの方が5から6キロあたりが明るい感じになってるね。マイイヤーチップを追加したのがこれ。10キロ以上でばらついてるかな？ジャックさん、今回の音収録はどれにしたの？ TRN ティップスにしたわ。聞いた感じが一番しっくりきた。広域結構明るい感じで出るんで5から6キロあたりは控えめな方がいいかな。ファイナル E もありだけど基準として考えるにはちょっとね。バリエーションとして見てもらえばと思う。次はシンゴロのシングル波形です。パッと見低域に目が行きますね。中域はあまり落ちずフラット系を意識しつつ高域はそれほど大きなピークもないのでシンゴロはやや低域寄りなのかな。それは後のお楽しみとして今回の比較モデル音収録はこの2モデルにするよ。 EPG スター1と機械運デルシーか。価格帯とドライバー構成で選んだのね。そう、波形重ねてみるとシンゴロの中域があまり落ちていないことがわかるね。どこかで見たことある波形だなぁと思ったんでサウンドチェックの後に紹介するね。はい、お願いします。音調整の基準はシンゴロ、ケーブルはバンドルケーブルですね。その通り。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
サウンドチェックでした。スター1は中高域のこの辺りのピークの特徴がよく出ていて、ボーカル、メロディーのバランスが前面に来る感じでした。一方ベルシーの中高域はスター1とは正反対で控えめだったね。5キロ過ぎから7キロあたりのピークの特徴がよく出ていて、線の細い感じの広域って感じしたね。スネアやシンバル系の違いもはっきりしていたと思う。そういえばシンコロに似た波形のモデルがあるって言ってましたけど。そうそう、まずはこれ 7Hz0。150Hz 以下の低域以外は似た部分が多いでしょ。確かに波形の重なる帯域が多いですね。それからこれ 7Hz02。これは3キロ以下がかなり似てるね。この2モデルの似たところをピックアップするとシンゴロって感じかな。レオトの傾向の参考になればいいね。そういえば02はクリナクルさんとのコラボモデルだったね。クリナップさん、こういうチューニングの傾向が好きなのかな。だからクリナクルさんだってば。そしてさらにこれ QE イヤーズカデンツァ。おお、これは激似じゃん。そうなのでシンゴロとカデンツァの実機を聞き比べてみて何が違うのかというのが最後のお題。ナイス HCK ディープスノーにリケーブルしてバランス接続で聞いてみた。最初に結論から言うとシンゴロのレオトの傾向としては特別驚くようなものはない。それは似た波形のモデルが割と多めにあることからもわかると思う。おなじみな音ってことでいいのかな。まあそうだね。ただ全てがブラッシュアップされてる感じで最初に気づくのは低域。カデンツァも結構いい感じなんだけどそれを上回りとても鮮明なんだ。ニョロニョロが効いてるってこと。カーズよカーズ。そうだと思うよ。ドライバーからの音が直接届くという表現はだけじゃないってことだろう。クリアゆえ高質ではあるけど小さなキャビティからこの質感の低域が出るのはいいわ。中高域から高域は結構明るく感じましたけど、低域の余分な音がない分中高域以上もクリアになるってことなんだと思う。カデンツァと出方自体に大きな違いはないけどボーカルの際立ち方が違うね。ダイナミックドライバーでも分離よくモニターライクな感じがするって言えば分かりやすいかな。確かにそうですね。これブラインドテストしたらカデンツァとの違い分かりますか。聞き慣れた曲なら分かると思うよ。微妙なポイントってないの。聞きようによっては無機的冷たい感じがするって思う人もいると思う。最初ちょっとそう感じたから。だから慣れは必要かもね。愛も最初ちょっと線の細いレオトに感じたんですけどだんだん慣れてきました。そっか。音の混ざり具合には曖昧な部分もあっていいと思うんで好みの分かれるところだね。ただ技術的には改善点がいろいろあって今回はカーズを導入しクリナクルチューンというアプローチをしたんだろうね。結果もいいんじゃないかと思うよ。ジャックさんは常用したい。そうだね、常用したいと思ったよ。でもリアーチップの交換やリケーブルはした方が良さそうですね。そうだね。ということで QE イヤーズのダイナミックドライバーモデルカーズ搭載のシンゴロのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。